皆さんこんにちは。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、新年から時間を経ってしまってね、の動画になるんですけれども、実際にこの動画の収録は2025年のね、年末に撮ったものになりますね。凄まじい大雪の日なんですけれども、今日はね、こんな感じの大雪の中で、生きる木々たちの姿っていうのをですね、ひたすら撮影をね、していきたいと思います。去年は上高地の奥のね、化粧柳をね、撮りに行ったんですけれども、また今年もですね、こんな感じで1年の終わりをね、素晴らしい吹雪の中で過ごせるのはね、最高にね、幸せですね。ということでちょっと大変なんですけれども、今日は頑張ってね、撮っていきたいと思います。今日目の前にあるのはですね、まず結構うねったね、白川がね、すごく綺麗で、4年かな、5年ぐらい前ですかね、全く同じ場所と同じコンディションで撮ったりなんかしたんですけど、また今年はね、ちょっと違う視点で撮っていけたらなというふうにね、思っています。ちょっと最初はこの吹雪の中でね、打たれている白樺の姿だとか、赤松とかね、そういったものをですね、中心に撮っていければと思うんですけれども、横殴りのね、雪をちょっと交えながら、こう、うねってね、いるような、そういった木々をね、ちょっと撮っておりますね。いやー、素晴らしい。じゃあ、今日も一日ね、楽しんでいきたいと思います。今日一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。今度はですね、少し斜度がね、あるところなんですけれども、この斜面に沿ってね、ミズナラの大きな木がね、生えていますね。ちょうどこの私の右側にあるのはかなり大きい、ミズナラの木で、立派なこう樹幹をね、してるんですけれども、その奥にね、大きい岩がポツンと、あって、その奥にまたミズナラの木が続いていくような感じですね。ここは少し横のワイドなね、画角で撮っていきたいなと思うんですけど、この大きいミズナラの木々にね、包まれた大きい岩というところでね、少しこの木々たちに守られてそこにあるような岩の姿っていうところをですね、イメージして撮っていきたいなと思います。岩もですね、実は言うと火山の岩なんですけれども、あんまりこの平原のところにはですね、そんなに岩がいっぱい露呈しているわけではないんですけれども、ところどころにポツンとあるような感じでね、そういうのもこの白い世界にあるとすごく落ち着いた雰囲気を出してくれますので、ちょっとそういったところをですね、表現していけたらなと思います。いや、どんどん雪がすごいことになってきてますね、風が。ちょうどここは風が抜けるところなのでね、仕方ないんですけれども。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。今度はですね、非常に大きいミズナラの木のね、倒木があるんですけれども、こう、全部が全部ね、こう倒れてしまってるんではなくて、その一部がですね、こうパキッとこう折れて、地に伏しているような感じですね。もうすでにこう樹皮が剥がれてきたりなんかしてね、だいぶ分解もされてきているような状態ですね。ただ、反対側の方っていうのはですね、まだしっかりと幹が伸びていて、命をね、まだ繋いでいるというところなんですけれども、一本の木なんですけれども、片方はこう命を終えていて、もう一つは命をつないでいるというね、それが一緒になっているというところがね、なかなか珍しい光景というところで、ちょっとこちらを撮っているところですね。ちょうど後ろにね、松の木の、ちょっと黒いね、木の形もあるので、それも添えたりとか、あとはちょうどまだ雪が少なくて笹がね、下の方に見えていますので、そういったものもですね、添えながら、ちょっと全体のバランスを取りながらね、撮っていければなと思います。はい、ということで、
このね倒木の写真はこんな感じです。いや大変今ですね、もう本当にホワイトアウトっていう感じで、かなり視界も不良になってるんですけれども、そのおかげでね、本当にこうミニマルな、風景というかね、ところどころにある木がポツンとこう白の世界に浮いてるようなね、そんなような、光景がね、見れますね。今真正面にあるのが、赤松のね、木になるんですけれども、ちょっとこう、形はね、こんな形で丸っこい形をしていて、ものすごく優しさに溢れてるんですが、そこにこう横から叩きつけるね、吹雪というか、そういったところで堂々とこう生きているね、そんなところをですね、今撮っていますね。霧というか雪というか、その濃淡をね、感じながらゆっくりと撮っていきたいと思います。ただあんまりゆっくりしてるとめちゃくちゃ寒いので、ほどほどにしてね、動き続けたいなとは思うんですけれども、いや、本当に凄まじい天気ですね。実は言うとね、4年前、5年前ぐらいもね、これと同じ木をね、撮影している。動画も確か上がってたかなと思うんですけれども、もうちょっと雪があったかなと思うんですけどね。今年はちょっと12月の後半が暖かかったので、スキー場もだいぶ苦戦してるみたいなんですけれどもね。これからまたたくさん降るとね、いいですね。じゃあちょっとこんな感じでポツンとこう白の世界に浮いている木々たちをね、いくつか撮っていきたいなと思います。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。一つの幹から分かれ、再び寄り添うその姿、自らを励まし、支えながら生きているその様子から、自霊樹と名付け、3年前の個展にて展示したことがありました。久しぶりにこの吹雪の中で見るその姿、やはり素晴らしいものでした。最後はですね、白樺をね、撮影してね、終わろうかなと思うんですけれども、この辺りの白樺はね、ものすごくね、こう大きくて立派ですね。こんな感じですごく風がね、強く吹き抜けるところなので、白樺たちもそれに適応して、ものすごくこう枝ぶりを良くしていくんですけれども、それがね、すごくこの辺りの白樺の特徴的なところかなと思います。で、一個のね、木で見てもいいんですけれど、それをね、折り重ねることによって、ものすごくね、こう一体感が出て、一個の大きい樹木のようにね、見えるというか、そんなような、ところのね、良さをね、ちょっと表現していきたいなと思いますので、少しこう密になっているところを見つけながら、風に打たれて雪に打たれているところプラスちょっとこう倒木というかね、もう落ちてしまった枝とかそういったものもあったりしますので、そういうものを含めて、最後は取っていきたいと思います。いや相変わらずねすっごい風ですね。はい、という感じで今年もねまた、どんな一年になるかねちょっと全く想像もつかないんですけれども、こんな感じで自然の中にねできる限りたくさん入り触れて、よりねまた深く関わりながら撮影をね続けていければなというふうにね思っております。ということでまた皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。また今年もねフォトツアーの方継続して行ってまいりますし、もう冬のフォトツアーもですね後半がちょこちょこ埋まりつつありますので、興味のある方はぜひね冬のフォトツアーご参加いただければと思います。はい、ということでね、この辺りのね白樺のね撮影を続けて、これで終わろうかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。